こんにちは、羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。今日は羽生結弦選手の鉄板プログラム生命について深掘りしていきます。皆さん、生命は日本国民だったらほとんどの方が羽生結弦という存在と結びつけるほど羽生選手らしいプログラムです。そんなプログラムについてこの動画では様々な角度から紐解いていきます。2025年3月、ロッテステラータのアイスショーで野村萬斎さんをゲストに迎えてコラボ再演された生命。そこから10年越しの謎が今解けたことがありました。そんな映画陰陽師が題材となった羽生選手の生命の謎を解明しちゃいますので、ぜひ最後まで楽しんでみてくださいね。 OK。 こんな感じでこのチャンネルでは現役プロアスリート羽生結弦選手の話題を毎回ご紹介しています。何をしますか？羽生結弦選手を応援して今よりもっと幸せな毎日を楽しみたいっていう方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。なんか入っちゃうっていう。チャンネル登録をするとライブ配信の予定、プレミア配信動画のお知らせ、そしてコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に？はい、このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期に発信しています。ライブ配信情報などを見逃さないためにも今のうちにチャンネル登録をしておいてくださいね。よろしくお願いします。また2021年9月に始まったメンバーシップではより濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。9月23日の4周年記念の日には毎年やっているメンバー限定プレゼント企画を実施しちゃいます。今年はある方からプレゼントの提供をしていただく話にもなっていて、着々とそのプレゼントの準備が進んでいるそうなので、メンバーの皆さん楽しみにしていてくださいね。すごい。メンバーシップの内容に興味のある方はメンバーになるボタンまたは説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。 OK。生命の誕生。2025年12月、スペイン・バルセロナ。氷上に一人の若きスケーターが静かに立っていました。彼の周りだけ空気が変わったような張り詰めた静けさ。その衣装は白と紫と黄緑、金色の刺繍が淡く光り、まるでこの時代から舞い降りたようでした。曲が流れ始めた瞬間、観客は異国のリンクで日本に引き込まれます。それは平安時代中期、西暦921年から1005年に実在した陰陽師、安倍晴明の物語。陰陽師とは当時吉凶を占い、病気やたたりを払う役割を担った人々で、晴明は中でも特に優れた才能を持ち、朝廷で重用されました。鴨忠之らに陰陽道と天文道を学び、後に天文博士や官僚を歴任。歴史的にも影響力を持ち、後世には神秘的な伝統や逸話で語り継がれています。晩年まで現役で活躍し、陰陽道の家系、土帝家の祖とされます。安倍晴明は陰陽道を操り、式神を呼び出し、災いを払うと伝えられた人物です。安倍晴明には多くの有名な伝説があります。幼少期に師匠の鴨忠之と京都へ行った際、妖怪たちの百鬼夜行を見つけ、危険を知らせて2人の命を救った逸話があります。また
和歌山県の那智に住む天狗を封印する儀式を成功させ、貴族や天皇の信頼を得ました。一条天皇の病気を祈祷で回復させたり、干ばつの際に雨乞いをするなど、その能力は朝廷で高く評価されていました。有名な呪術勝負では、ライバルの芦屋道満が仕掛けた箱の中身当てでネズミ16匹が正解となり勝利。道満の弟子にさせる伝説も残っています。式神、つまり霊的存在を使い、さまざまな困難を乗り越えた話も多く、その神秘的な力と人望から多くの伝説が生まれました。有名なエピソードの一つに、一条戻り橋のもとに十二神将という式神を隠し置き、必要な時に呼び出して使ったという話があります。また、紙や木片、葉っぱなどの無生物に呪力を加え、生物のように操ることもできました。晴明はこの式神たちに掃除やお茶出しなどの雑用もさせていたと言われています。すごいですよね。すごい。ある時、藤原道長の飼い犬が外出をやめようと騒いだため調べると、呪術を使う芦屋道満の式神による呪いだったことが判明。晴明は自らの式神で道満を追放し、呪術の強さを示しました。このように式神は生命の神秘的な力と伝説を象徴する重要な要素なのです。羽生結弦はこの伝説の人物を表情で生き返らせようとしました。しかし、それはただ衣装や音楽を選ぶだけのことではありません。一つ一つの所作、手の角度、目線の高さ、歩みの間合い、そこまで意味を込める必要があったのです。そこで彼が指示したのが狂言師野村萬斎。陰陽師の所作は外から見ればゆったりとしています。しかしその中には張り詰めた緊張と見えない力を操るための流れがあります。羽生は何度も繰り返し、氷の上でも同じ空気を生み出せるまで動きを磨き上げました。そして迎えたピョンチャンオリンピック。冒頭の一歩目を踏み出した瞬間、観客の心は静まり返りました。彼が氷上に立っている。それだけなのに、まるで個の結界の中に足を踏み入れたような姿。その場にいた人々は口を揃えて言います。あれは演技ではなかった、と。しかし、この時まだ誰も知らなかったのです。羽生結弦が描いた生命の物語の奥に、10年越しに解き明かされるだろうもう一つの真実が隠されていたことを。OK。式神とは何か。式神。この言葉を聞くと、多くの人はアニメやゲームの世界を思い浮かべるかもしれません。狐やカラス、あるいは人型の美しい使い魔が陰陽師の命令に従って戦ったり守ったりするあのイメージです。しかし、式神は単なるフィクションの産物ではなく、日本の古来の信仰や陰陽道の中に確かに存在してきた概念です。ここからもう少し踏み込んで6つの項目で式神について解き明かしていきます。 OK。 1、陰陽道と式神の関係。式神は陰陽師が召喚し刺激する霊的存在です。陰陽師は7世紀頃
律令国家の形成とともに中国から日本に輸入されて国家的な制度として取り入れられました。奈良時代701年の大宝律令で陰陽寮という役所が設置され、国家公務員としての陰陽師が誕生しました。時代は進み、平安時代の宮廷で暦作成や天文観測、占い、呪術などを司った専門職で、その代表的人物が安倍晴明です。式神は陰陽師の意志や呪術を形に変える役割を持ちます。陰陽師が結界を張ると命じればそれを行い、災厄を払えと命じれば目に見えぬ力で働きます。ここで大切なのは、式神は陰陽師がいなければ存在できないということです。式神は自らの意志で現れることはなく、必ず召喚主、つまり陰陽師の意志や力を媒介として現れます。それは現代で言えばプログラムがコンピューターなしでは動かないようなもの。陰陽師はその実行装置であり、式神はコードの化身のような存在なのです。 OK。 2. 式神の姿と性質。皆さんは式神とはどのような姿だと認識していますか？実は式神の姿は一定ではありません。狐や竜のような動物型、人の形、あるいは光や影、風の流れのように形を持たないものまで実に多様です。召喚主の力や意図によってその形が決まるため、同じ式神でも人によって見え方が異なることがあります。また、式神は必ずしも常に善ではありません。召喚主の意志次第で人を守ることもあれば害することもできる。そのため強力な式神を使いこなすには、召喚主に高度な技術と精神的な安定が必要とされます。安倍晴明のような伝説的陰陽師はこの制御力においても卓越していたとされています。 OK。 3. 式神と結界。式神が現れる場には多くの場合結界が存在します。結界とは現実世界と霊的世界の境界線を引くための目に見えないバリアのようなものです。儀式の場や神聖な場所で結界を張るのは、外部からの不要な影響を防ぎ、召喚した存在がその場から逸脱しないようにするためです。この結界の中で式神は最も強く権限します。逆に言えば、結界がなければ式神の存在は安定せず、形を保てないとされます。表情という閉じ込められた視覚の空間はこの結界の条件に非常に似ており、観客の視線と音楽がその力をさらに強化するのです。ノッテ・ステラータで共演した野村萬斎からこんな言葉がありました。羽生さんは本当に陰陽師が好きなんだなと思いましたね。僕より詳しいところがあり、僕が恐れていることも羽生さんはきちんと覚えているようでした。 OK。 4. 式神は命令だけで動くわけではない。式神というとただ命令を聞くだけの存在と思われがちですが、式神は召喚主と意思を共有することがあります。命令イコール単純な指示ではなく、陰陽師の呪力や念、意
図が直接反映され、式神が自律的に任務を遂行するようなケースがあるのです。つまり式神は命令だけで動くというより、命令や契約内容、主人の意図や念、場の状況など総合的な要素に従って動く存在だと言えます。そのため陰陽師と式神の関係は単なる上下関係ではなく、同調関係に近いのです。このことから羽生結弦はインタビューでこう語っていました。式神としてどれだけパワーをいただいて、どれだけ完璧な存在でいられなければならないかみたいなことを常に感じながらやっていました。そしてこの同調は舞や儀式における動きにも現れます。陰陽師が手をかざせば、式神も同じ方向に力を向け、陰陽師が一歩下がれば、式神もそれに合わせて動きを変える。こうして両者はあたかも一体の存在であるかのように動きます。 OK。 5. なぜ現代まで語り継がれるのか。式神という概念が1000年以上経った今もなお、多くの物語や舞台、映像作品に登場するのは、人間の根源的な見えない力への憧れと恐れがあるからです。人は自分の力では及ばない領域を形にしてみたい、触れてみたいという願望を持ちます。式神はその願望を象徴する存在なのです。また式神は召喚主の人格や力量を映す鏡でもあります。優れた術者の下では美しく整った姿をとり、未熟な術者の下では不安定で荒々しい姿をとる。この共生が人々を引きつける理由でもあるのです。 OK。 6. 羽生結弦との接点。こうした式神の性質を知ると、羽生結弦の生命がなぜ特別なのかが見えてきます。彼は当初陰陽師安倍晴明を演じる術者でした。その時期の羽生結弦は自分が陰陽師を演じているという意識が強くありました。だからこそ動きには命令するような力があり、従える存在を前提とした構えが多かったです。しかし年月を経て本家野村萬斎と共演したことで、観客の意識や会場の空気を背負い、その存在そのものが召喚された式神に変化しました。そして表情という結界、観客という召喚主、音楽という種の中で、羽生結弦は命令を受けて動く存在ではなく、意思を共有し願いを具現化する存在として現れたのです。つまり彼は現代における式神像を表情で体現した稀有な存在だと言えるでしょう。そしてノッテ・ステラータの片白の演出は花吹雪で彩られました。 OK。 観客こそ召喚主。式神は陰陽師に呼ばれて現れる存在ですが、この夜の召喚主は生命だけではありませんでした。私たち観客です。何千という眼差しが見たいと強く願い、その思いが一つの形をとった時、形は違っても不思議なことに全員が同じ場所を見ていた。これは偶然ではありません。集団の意識が同調し、一つの存在を感じ取ること、これこそ召喚の証拠です。 OK。 10年越しの謎、そしてこれから。2015年から2025年まで続いた生命の物語は、
こうして新しい意味を持ちました。10年越しの謎は解けました。表情の式神、それは物語でも幻想でもなく、確かにそこにあった現象。羽生結弦という存在は私たちが願い、呼び出し、そして見届けた奇跡でした。その儀式はこれからも表情で、あるいは私たちの記憶の中で続いていくでしょう。野村萬斎扮する安倍晴明により、主から生命は始まります。天、地、人。出現、羽生結弦。救急尿律令。式札を取り出し、ふっと吹くところがいかにも陰陽師安倍晴明。そこで式神扮する羽生結弦が出てくるところがもうたまりません。羽生結弦の演技が続く中、いきなり野村萬斎が舞台を降り、しゃなりしゃなりとスケートリンク中央めがけて歩いているところは、現地で初めて見たとき本当に驚きました。そこから東西南北の各方向に司る指針、東の清流、西の白虎、南の朱雀、北の玄武、中央の桐生、この5つを合わせた五神で五芒星をリンクに描くという宇宙を感じさせる壮大な演出がなされました。 OK。 10年越しの答え。羽生結弦は表情の安倍晴明として式神を呼び出していました。しかし10年後、その関係は静かに、そして決定的に変化します。2025年、宮城ノッテ・ステラータの表情で再び演じられた生命。その瞬間を目撃した人々は口々に言いました。あれはもう式神羽生結弦だったと。10年前彼は術者として式神を操っていた。けれど2025年の彼はその姿を完全に変えていたのです。手の動きは命令でなく献身。視線は対象を支配するのではなく、共にあるものを頭を下げて氷を見つめる。その佇まいは式神そのもの。野村萬斎はこう語りました。羽生結弦は私の式神そのものだったと。その言葉の意味が10年の時を経て表情に現れたのです。彼は自らが呼び出され、観客の前に姿を現す存在となっていました。それは自らの肉体と精神を完全に捧げ、物語と一体化したものだけがたどり着ける境地。術者と式神の境界は消え、演技と現実の境界もまた解けていく。あの表情で起きていたのは一つの儀式だったのです。そしてその儀式の結末は次に明らかになります。観客全員が無言で立ち上がり、その場に立ち会ったことに震えて手を叩いていた。10年越しの答えは氷の上で静かに息づいていました。 OK。 表情の式神、その正体。表情で繰り広げられた生命の物語。2025年、羽生結弦は安倍晴明を演じ、術者として式神を呼び出す存在でした。しかし2025年、再び表情に現れた彼は呼び出すものではなく、呼び出されるものになっていたのです。その姿は術者が
式神を操る関係でなく、観客の祈りや願いに応えて現れる存在。言葉では説明しきれない気配があの空間を漂っていました。彼が一歩進むたびに観客の呼吸が止まり、手を開けるたびに何千もの視線が同じ方向に吸い込まれていく。これはもはや演技という枠を超えていました。安倍晴明の伝説による式神は、術者の意志を媒介にして姿を現したと言われます。では、この夜の式神を呼び出したのは誰だったのか。それは氷の外に座っていた私たち観客一人一人だったのです。何かを強く願うとき、人の意識は不思議な力を持ちます。見たい、感じたいという願いが重なり合った瞬間、見えないものに形が与えられる。その共同の意識が表情に一つの存在を顕在させました。羽生結弦は自らの体と精神を通して私たちが呼び出した式神として生まれ変わるのです。やばい、楽しい。彼が語った言葉を思い出します。式神としてどれだけパワーをいただいて、どれだけ完璧な存在でいなければならなかったか、常に感じながらやっていました。この言葉が10年の時を超えて真実となり、私たちの前に姿を現しました。あの夜、あなたは何を見ましたか？表情に立つ安倍晴明でしたか？それとも呼び出された式神羽生結弦でしたか？あるいはあなた自身の心の奥底に住む見えない力だったのでしょうか？答えは一つではありません。ただ確かなのは、あの瞬間会場にいた全員が同じものを感じ、同じ時を共有したということ。それこそが召喚の証であり、奇跡の証でした。そして今もその記憶は私たちの中に生き続けます。表情の式神、その正体は現在の陰陽師羽生結弦であり、同時に私たちの祈りの結晶でもあったのです。あなたはどう感じましたか？ぜひあなたの答えをコメントで教えてくださいね。それこそがこの物語を未来へとつないでいく次の召喚になるのです。いかがでしたでしょうか？楽しかったですか？今日は羽生結弦演じる生命の謎について紐解いてきました。特に海外の人にとっては羽生結弦演じる生命の深い意味がわからなかったっていう方がたくさんいらっしゃったのではないかなと思います。陰陽師とは何か、安倍晴明とはどんな存在なのか、式神とは何か。この動画はそんな疑問が解決するような動画になればいいなと思って作成しました。日本文化との融合ともいえる生命について、少しでも皆さんの理解が深まったらいいなと思っております。そんな神秘的な日本をこの生命のプログラムから感じていただけたのではないでしょうか。この動画が良かったと思う方は、いいねボタンとコメントをぜひ残していってくださいね。ということで、フィギエモンでした。さようなら。